霊界通信小桜姫物語浅野三郎著31香り女夫との再会の模様を物語りましたついでに、同じ頃私がこちらで面会を遂げた2、3の人たちのお話を続けることにいたしましょう。縁もゆかりもない今の世の人たちにはさして興味もあるまいと思いますが、私自身にはなかなか忘れられない事柄だったのでございます。その一つは、私がまだ里にいた頃、腰元のようにして可愛がっていた香織という一人の女性との会合の物語でございます。香織は私よりは年が2つ3つ若く、顔立ちはあまり良くもありませぬが、目元の愛くるしい、なかなか利発な子でございました。身元は長谷部何がしと呼ぶ出入りの武士の確か2番目の娘だったかと覚えております。私が三浦へ縁づいた時に、香織は親元へ戻りましたが、それでもしょっちゅう鎌倉からはるばる私のところへ訪ねて参り、そして何年経っても私のことをひいさま、ひいさまと呼んでおりました。そのうち香織も縁あって鎌倉に住んでいる一人の侍のもとに嫁ぎ、夫婦仲も大層円満で、その間に2人の男の子が生まれました。気立ての優しい香織は大変その子供たちを可愛がって、三浦へ参る時は一緒に連れてきたことも幾度かありました。そんなことはまるで夢のようで、詳しいことはすっかり忘れましたが、ただ私が現世を離れる前に香織から心からの熱い看取りを受けたことだけは、今でも深く深く頭の底に刻みつけられております。彼女は私の母と一緒に例の海岸の私の隠れ家に詰め切って、それは親身になってよく尽くしてくれ、私の病気が早く治るようにと氏神様へ日産までしてくれるのでした。ある日などは病床で香織から髪を解いてもらったこともございました。私の髪は大変にたくさんで、日頃母の自慢の種でございましたが、その頃はもう床につきっきりなので、見る影もなくもつれていました。香織は櫛で溶かしながらも、せっかくこうしてきれいにしてあげても、このままつくねておくのが惜しいと言って散々に泣きました。そばで見ていた母も、もう一度治って晴れ着を着せてみたいと言って泣き伏してしまいました。こんな話をしていると、私の目には今でもその場のありさまがまざまざと映ってまいります。いよいよもうダメと観念しました時に、私は自分が日頃一番大切にしていた一重ねの小袖を形見として香織にくれました。香織はそれを両手に捧げ、たとえお別れしても、いつまでもいつまでも姫様の形見に大切に保存いたしますと言いながら、声も惜しまず泣き崩れました。が私の心はもうその自分には思いのほかに落ち着いてしまって、現世に別れるのがそう悲しくもなく、黙って目をつぶると、かえって死んだ夫の顔がスーッと眼前に現れてくるのでした。せっかくこんなにまで深い因縁のあった女性でございますから、こちらの世界へ来てもやはり私のことを忘れないはずでございます。ある日私がご神前で統一の修行をしておりますと、急に体がブルブルと震えるように感じました。何気なく後ろを振り返ってみると、年の頃やや50ばかりと見える一人の女性が座っておりました。それが香織だったのでございます。